皆さんこんにちは。マナー講師の野関美子です。さあ今日は新入社員に特化した電話応対についてお話をしたいと思います。電話応対についてはマナー講師からいろいろと研修を受けた方もいらっしゃるでしょうし、またムービーや動画などでお勉強をされたという方もいらっしゃるかもしれません。今の新入社員さんっていうのはお友達とのやり取りも LINE で行ったという皆さん方が多いんじゃないでしょうか。しかし入社したら途端に電話番させられて、電話応対お願いしますって言われて、お客様の電話を取らなければいけなくなりました。さあ困ったぞということで、一番初めの新入社員研修も受けたは受けました。しかしそんなに長いワードなんか覚えられるはずないよっていうぐらい、こういうふうにやったらいいなんていうふうに長いフレーズを覚えなさいとばかりに言ってきます。そんな言葉がスラスラ出てきたら研修なんか受けなくてもいいって思う人も多いんじゃないかと思います。で、ここで今日はもう全く敬語が使えなくてもこのワードだけ押さえていればとりあえず電話が取れるようになるよという、そんなワードを使って電話応対をまずはしてみることですよね。いつも私思うんですけれども、うまい言葉がスラスラ出てこないのは日頃使っていないせいです。それは私たちが日頃英語も使っていないのに、英語をこういうふうに喋ったらいいよと長いフレーズを言われて、リピートアフターミーとか言われちゃっても、そんなに長い言葉一瞬に覚えられないしなんて思うことありますよね。いえいえ、今日は最も短くてそれでいてきっちりと伝わる電話応対、このワードさえ覚えておけばいいっていう本当に短いセンテンスでできる、そんな風にまとめています。さあということで、まずは電話のベルが鳴りましたというところから始めてみたいと思います。まずは電話が鳴ったらとりあえず電話取りますってここでドキドキして誰かが取ってくれないかな。私にも経験あります。出ないと怒られるから出るけれど、でもできれば誰かが取ってくれたら嬉しいなって思いますよね。はい。でもこれいやって思うんです。もうね、出なきゃいけないんだったら練習です。出ないと出れるようになりません。で、初めのうちは新入社員だから失敗しても大丈夫って言ってもらえるんですけど、これが半年1年って長くなるともう出れないとかできないとかもう言えなくなっちゃいます。なので早いことやって早いこと失敗した方がいいです。なのでいやってお腹に力入れて出ちゃいます。で、この時に最初午前中までだったらおはようございます、〇〇会社の〇〇でございますで出なさいって言われます。おはようございますとかお電話ありがとうございますとか本当は言えた方がいいです。でも最初ドキドキする時にはそれも必要ありません。言うことは2つだけ。自分の会社名と名前だけは名乗ってください。こんな感じです。はい、 ABC 商事の野関でございます。これだけ言えればまずは合格です。そうすると向こうが必ず会社名もしくはお客様だったら名前をおっしゃっていただけることがほとんどです。で、この時に必ず言っときます。聞き取れませんから。なぜ聞き取れないかって日頃聞き慣れない名前だからです。プラス皆さんが緊張をしているのもその聞けない理由です。なので聞けないということを想定しておけばいいです。聞けない時にどうしよう、聞けなかった、聞き取れなかったと思いますよね。会社名なんか特に早くして言われますので、ほぼ 100% 聞き取れないと思っても構わないと思います。で、この時にパニクります。パニクらなくても結構です。マナー講師だったら必ずこう言ってきます。大変申し訳ございません。少しお電話が遠いようなのですが、
もう一度お名前をお聞かせいただいてもよろしいでしょうか？覚えられます？こんなこと言えるんだったら電話応対なんて習わないしって思いますよね。なので、申し訳なさそうな声でこうです。もう一度お名前よろしいですか？で、これだけ言えたら大丈夫です。もしこれ覚えられないようだったら書いておいてください。もう一度お名前よろしいですか？この3単語で相手は慣れてないんだなって思います。で、この言い方がポイントです。申し訳ないように、まるで小鹿がもう一回立ち上がる、よろよろっとしながらっていう、このおどおどした感じが大切です。新入社員さんなのかなとか、慣れてないのかなって相手にかわいそうに思わせるところがポイントになりますので、気をつけてください。早口でもう一度お名前よろしいですかって言ってしまうと、向こうの反感を買ってしまいますから。そして向こうが名前を言われたらすかさず復唱です。何々会社の田中と言いますというふうに言われたら、〇〇会社の田中様でございますねとすかさず復唱を行います。そうすると向こうが要件を言ってきます。大概は誰かにつないでくれか、何かのことで聞きたいとか、もちろん発注をしたいとか、何かの要件を言われます。向こうが誰々さんにつないでくださいと言われた時には、これは簡単です。少々お待ちくださいと言って保留ボタンを押し、山本さん、〇〇会社の田中様からお電話です。次に、もし要件だった場合です。何々の商品の件なんですけれども、これはあれがこうなってあれがこうなるんですかみたいな、もうすでにこれお経を聞いてるのと同じ感じになります。これもパニクる必要はありません。何か聞き取れたワードがあったらば、こうまとめましょう。はい、〇〇の商品についてのお問い合わせですねとか、お問い合わせですね、もしくは何々の件ですねと聞き取れた部分だけを使って復唱を行います。その後にこうつなぎましょう。詳しいものにつなぎますのでお待ちください。電話を保留して先輩につないで、こんな件でお電話ですと言います。全てを聞き取って全てを伝える必要は初めのうちはないのです。まずはトライアルぐらいの感じで、もう聞き取れた部分だけをワードにして、何々の件についてお問い合わせですね、何々の件についてですねというふうにつないでしまいましょう。そして発注の場合です。この時も商品名が覚えられていませんので、向こうが早口で言ってくることが分かりません。こういう場合は聞き取れなければ最初は無理をせずにこう言ってしまいます。申し訳ございません、新入社員でまだ不慣れなために少しゆっくりおっしゃっていただけますか。そしてあまりにも早口でイライラしているような場合、なかなか自分ではこの要件聞き取れないなと思う場合は、もうこうです。詳しいものと変わります、少々お待ちくださいと言って、もう保留にして次に回してしまいます。最初は出てみることが大切です。研修講師が来て、こう言ったらいい、ああ言ったらいいというようなことは、なかなか最初は英語を聞いているようで上手に言えなかったり、口が回らなかったりするものです。ただ、自転車も乗ってみないと乗れるようにはなりません。電話も出てみないと出れるようになりませんから、勇気を持って、失敗しない人なんていないのですから、えいやと電話に出てみることが大切だと思います。